3D モデリングやっと終わったのだ。3D プリンタが遠い。3D プリンタまで SD カード持っていくの面倒なのだ。なんかいい方法ないかな。おお、これ使えばネットワーク経由で印刷できそうだぞ。ポチッとな。Wi-Fi ボックス届いたのだ。クリアリティクラウドをスマホ使わなきゃいけないの？めんどくさ。しょうがない。SD カード使うか。ちょっと待て。これ前に買ったことなかったっけ？いや、3つもいらんわ。ということで今回のテーマはウプ主が3つも買ってしまったクリアリティ Wi-Fi ボックスを意地でも使ってみるです。すでに時代遅れで需要ないと思いますが、そんなことは気にしないのです。さて、古い 3D プリンタはいちいち SD カードを使って手動で G コードデータを受け渡す必要があります。それをネットワーク経由で受け渡せるようにしてくれるのがこのクリアリティ Wi-Fi ボックスです。ただし非常に問題が多い製品なのです。例えば日本の技的マークがないものが大半という致命的な問題があります。その他にもネットワークが不安定になるとか、ファームウェア更新すると壊れるとか、クリアリティクラウド使いづらいとか、いろいろあります。ただせっかく3つも買ったのに全く使わず放置するのももったいないので使ってみます。ちなみにネットワーク対応させたいなら他にもいろいろ方法があります。ウプ主は持ってませんが、一番簡単なのがソニックパッドとかですね。ただしソニックパッド高いです。個人的には Wi-Fi 機能がある 3D プリンタに買い替える方が結果的に安上がりだと思います。例えばエンダー 3V3、KE とか最初からソニックパッド機能が搭載されています。ソニックパッドはファームウェアをクリッパーに書き換えるそうなので、すでにファームウェアをいじっている方は注意してください。さて、クリアリティ Wi-Fi ボックスのセットアップですが、技的マークがないので無線 LAN と Bluetooth を使わない縛りで行う必要があります。クリアリティ Wi-Fi ボックスの接続構成について簡単に説明しておきます。クリアリティ Wi-Fi ボックスはルータと有線 LAN 接続します。また 3D プリンタとは USB で接続します。スマホのクリアリティクラウドアプリで Wi-Fi ボックス、3D プリンタ、ネットワーク情報を登録します。 PC のクリアリティプリントスライサーソフトでクリアリティクラウド連携します。この連携で Wi-Fi ボックスや 3D プリンタ情報を PC のクリアリティプリントに紐付けます。これにより PC で作成した 3D モデルをクリアリティクラウド経由で印刷することができるようになります。大まかな構成の仕組みは以上です。そこでセットアップはスマホで行うのですが、ウプ主は何度も接続に失敗して映像が撮れませんでした。セットアップ方法自体はクリアリティの公式で動画が公開されています。概要欄にリンクを貼っておきます。スマホにつながった時の状態はこの通りです。さて、今回の目標はネットワーク経由で PC から直接 3D プリンタへ印刷指示を出すことが目的です。スマホのクリアリティクラウドアプリへつないだのはこの Wi-Fi ボックスと 3D プリンタをクリアリティクラウドへ紐付ける目的でしたよね。では PC 側の操作ですが、クリアリティプリントで
PC からネットワーク経由での印刷を試みます。クリアリティの公式サイトからクリアリティプリントをダウンロードしてインストールします。バージョンは 6.0.4.1795 をインストールしています。当動画を作っている時点で最新のバージョンとなります。起動したらクリアリティプリントとクリアリティクラウドを連携バインドします。左上のクリアリティプリントのアイコンをクリックします。画面が変わってログイン登録ボタンが表示されます。ログイン登録ボタンをクリックするとメールアドレスとパスワードを求められます。クリアリティクラウドのアカウントを作成していない方はアカウント作成をクリックしてください。今回はアカウント作成済みのためメールアドレスとパスワードを入力して先へ進みます。入力すると新たにクリアリティプリントが起動します。これでクリアリティプリントとクリアリティクラウドがバインドされた状態で起動しました。では何か適当な 3D モデルをスライスしてみます。さて問題はここからです。このスライスしたモデルをネットワーク経由で印刷したいわけですが、デバイスに 3D プリンタが存在しません。デバイスの追加で Wi-Fi ボックスに紐付けた 3D プリンタが表示されれば良いのですが、出てきません。強制的に IP アドレスを入力してもダメです。どうやらこの方法では 3D プリンタが認識されず印刷されないようです。ちなみにエンダー 3V3 KE だとこのようにちゃんとプリンタが表示されます。ということで情報が足りないので憶測となってしまいますが、おそらく Wi-Fi ボックスはクリアリティプリントに対応しなくなったのだと思います。では全く使えないのかというと2つ方法が考えられます。1つ目の方法としてクリアリティクラウドに G コードデータを送ってクリアリティクラウド側で印刷を行います。2つ目の方法としてクリアリティプリントの古いバージョンで使用してみる方法です。では1つ目のクリアリティクラウドで印刷する方法を行ってみましょう。まず現在使用しているデバイスとして Wi-Fi ボックスに紐付けている 3D プリンタを選択します。今回はエンダー 3V3 SE を使用しています。3D プリンタをチェックしたら確認を謳歌します。次に 3D モデルをスライスします。3D モデルをスライスしたら Upload to Clarity Cloud をクリックします。そのまま確認を押します。アップロード成功と表示されたらはいを押します。続いてブラウザでクリアリティクラウドを開いてください。ワークベンチタブでクラウドスライスファイルを選択をクリックしてください。次にローカルにアップロードされたファイルというボタンがありますのでクリックします。ここに先ほどアップロードしたスライスデータが表示されますので印刷を謳歌してください。ビルドプレートに何もないことを確認して実行します。これで印刷は開始されました。通信の影響でカメラ映像が途絶えたりしますが、ちゃんと最後まで印刷されます。この画面のまま放置すると警告メッセージが出ますが、そのまま無視でも大丈夫です。一応この方法で印刷することができました。では2つ目の古いバージョンのクリアリティプリントで印刷する方法を行ってみましょう。ウプ主が入手できたバージョンは 4.3.7.6619 です。3D モデルをスライスしてそのままランプリンティングを実行します。ここでデバイスをスキャンします。するとちゃんと 3D プリンタが表示されます。やはり古いクリアリティプリントだと Wi-Fi ボックスに対応していることがわかります。使用する 3D プリンタを追加します。追加された 3D プリンタを選択します。画面にワンクリックプリンティングボタンがありますので謳歌します。これで印刷が開始されました。古いクリアリティプリントだとわざわざクリアリティクラウドを経由せず直接ローカルプリンターへアクセスしているようです。ローカル内の通信ですのでカメラ映像が途切れることなくスムーズです。おすすめはしませんが、古いクリアリティプリントを使用するのも手段の一つとしては良いのではないでしょうか。さて以上で無事 Wi-Fi ボックスで印刷することができました。Wi-Fi ボックスの接続方法としては先にも紹介した通り方法1と方法2の2通りで実現できました。ただどちらも一長一短がありますので、もし Wi-Fi ボックスを使うことがあるようでしたら自己責任で試してください。あとウプ主の環境に問題があるかもしれないのですが Wi-Fi ボックスのパスワード変更ができませんでした。 Wi-Fi ボックスに電源を入れると Wi-Fi ボックスの SSID が表示されます。
パスワード変更できないとご近所の方からアクセスされ放題になります。ということで、ブラウザで Wi-Fi ボックスの IP アドレスを入力します。すると Wi-Fi ボックスの設定画面が表示されます。ここでワイヤレスセッティング項目のセキュリティをクリックすると、パスワードが変更できそうな画面が表示されます。ただ、ウプ主が試した限り、パスワード変更をしようとすると何も変わらないかエラーとなります。他に方法がないか調べたのですが、情報が見つかりませんでした。ということで、残念ながら解決できませんでした。パスワードの変更方法のような重要な内容はちゃんとマニュアルに記載してほしいところですね。最後にまとめです。クリアリティ Wi-Fi ボックスは使おうと思えば使えます。ただし購入はおすすめしません。ウプ主のように3つも買ってしまったのでもったいないから使うという方は自己責任で使ってください。SD カードでデータを受け渡すよりははるかに便利です。当動画は以上となります。ではご視聴ありがとうございました。